こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。30代、サナさんからの質問です。はじめまして、いつも勇気をくれる素敵な動画をありがとうございます。私は30代のお絵描き歴半年の子持ちの主婦です。これまでお絵描きの経験はろくになかったのですが、とある作品の大ファンになったことをきっかけに、どうしてもファンアートが描きたくなって我慢できなくなり、子育ても少し落ち着いたのもあって、半年前から主婦業の傍ら、毎日1、2時間ほど絵を描いては、練習中の絵も X に毎日投稿するという活動をしています。はい。毎日投稿ということで、すごいですよね。はじめは何を描いても歪み、Q のデッサンすら笑っちゃうぐらいぐにゃぐにゃになるというど素人レベルから始まったのですが、ひどい出来の絵を笑いながらマイペースにコツコツと描き続け、デジタル環境も整え、斉藤さんをはじめとしたお絵描き講座動画や本などで勉強しつつ、今ではいくつかのカラーのファンアートを完成させることができました。時間はかかりますが、全身絵も簡単なポーズなら最低限のバランスを整えて描けるようになり、おかげさまで自分でも可愛いと思える絵が描けるようになってきたし、家族や友人、パート仲間などリアル知り合いにも見せられるレベルになりました。質問の内容は、絵を見る力を早く養いたいということです。はい。描くのではなくて絵を見る力ということですね。絵を描くようになって、これまでストーリーばかりを追って、なんとなく眺めていた漫画やアニメの絵の詳細を注意して見るように気をつけ始めました。この影は夕方だから色素を赤に調整してつけているんだな。とか、こんな人間離れした生物のポーズとアングル、どんな資料を見りゃ描けるんだよ。やべえとか、正直そんなレベルなのですが、発見があるたび自分の絵にも即応用できるので、絵の観察はすごく重要度の高い作業だなと認識しています。私の悩みは、その絵の観察する能力がまだ全然低すぎることです。すごいと感じる絵から、なぜそれがすごいと感じるのかが全然感覚として捉えられないんです。特にショックだった出来事がありまして、絵を描き始めて3ヶ月ほどの頃、主人がスマホでドラゴンボールを読んでいて、その戦闘シーンのページを遠目から眺めた瞬間、その遠目にもわかる絵の迫力に、すごい、これ本当に30年も前の漫画なのと仰天したんです。その感覚に嬉しさすら感じて、すぐに主人にスマホを借りて、じっくりと絵を観察してみました。ところが、改めて絵を眺めてみても、一体何をすごいと感じたのか、全然その理由を発見することができなかったんです。せいぜい、ベタが効いた強い集中線が迫力を後押ししているのかな、とか、絵がすごいと思ったはずなのに、そのぐらいしかわかりませんでした。それが今でも結構ショックだし、今もまだこの絵すげーから踏み込んだ解釈になかなか進めていません。すごい絵を見ても、凄さがわからないなんて悔しすぎる。絵描きとして損しかない。早くみんなの凄さを私も取り入れたいと考えてしまいます。お絵描き歴せいぜい300時間程度ではおこがましいのかもしれませんが、私は早く絵の良さを見抜ける目が欲しいです。このまま毎日絵を描いているうちに、じわじわとそういう目も養えてくるものだとは思っているのですが、斉藤さんならもしかして絵を見る力を養う勉強法も知っていると考え、僭越ながら質問を送らせていただきました。斉藤さんどうでしょうか？絵を見る力は絵を描いた時間に比例し、近道はないのでしょうか？それとも何か勉強法やコツ、ポイントなどがありますでしょうか？よろしければご教示願えると幸いです。長文に目を通していただきありがとうございました。お体にお気をつけて、今後のますますの活躍を応援しています。とのことです。はい、サナさん、ご質問ありがとうございます。すごい絵の取り込み方。何かを見てすごいと思ったものの、すごいという感想以上に、凄さの理由がわからなくて凹んでしまうっていうことなんですが、いえいえ、それね、普通です。おそらく多くの人にとって凄さの理由なんて、普通わからないですし、わからなくてもいいことなんじゃないのかなって思います。僕もですね、絵については多少わかりますが、例えば美味しい料理を食べた時なんて、自分が美味しいと感じている理由、これっぽっちもわかりませんからね。もうそういう時にはね、もうただただ語彙を失って、何これ？やっばしか感想出てきません。でもね、別にそれでいいと思ってるんですよね。基本的に。わからないけどすごい。それを純粋に楽しめばいいと思うので、まずはその前提ありきで聞いてください。ですね、練習法は具体的にあるんですが、その前にですね、聞いてほしいことがあります。僕最近、ある漫画を読んで、めちゃくちゃ感動したんです。もう冗談抜きでここ数ヶ月で、もう10回は通して読んでると思います。アフタヌーンで連載中のメダリストっていう漫画ですね。メダリストはですね、
ね、フィギュアスケートに憧れる少女、唯一かいのりが、スケーターとして挫折した青年、明浦路司に出会って、その才能を開花させながら、オリンピックのメダリストを目指していくっていうストーリーなんですが、なんだろう、もうですね、僕この漫画を読み始めて、読み続けている最中、ずーっと鳥肌が立ちっぱなしというか、もうおそらくね、心拍数ずっと上がり続けてるんじゃないかっていうぐらい、もう本当にね、ドキドキさせられっぱなしだったんですね。で、当然読んだ一発目は、その理由なんてもう全然わかりません。もうただただキャラクターに感情移入して、いのりちゃん頑張れ、うわー、やば何それってね、もうまるで奇跡を見守るように夢中になってページをめくっていただけなんですが、もう何度も読み返すうちに、なぜ自分がこんなにドキドキさせられているのか、どんな表現が自分の胸に届いたのか、その正体がわかるようになってきたので、少しね、そのことについて解説しようと思います。一応ね、ネタバレには注意して話すつもりなんですが、絶対に展開を知りたくないっていう人は、もしかしたらね、ネタバレが含まれてしまう可能性もありますので、この先数分、動画を飛ばしていただければと思います。まずですね、メダリストの一番の見どころは、僕は速さの表現だと思います。速さ、つまりスピードですね。メダリストってですね、アニメ化もしているんですが、これ感覚的な問題なんですけど、アニメを見ているよりも漫画を読んでいる時の方が、なんかですね、めちゃくちゃスピード感感じるんですよ。いや、アニメの出来がね、全然悪いわけじゃないんです。むしろ、アニメはアニメでものすごくいい出来で、メダリスト見たことがない人は、もうぜひアニメから見てほしいです。特にね、第1話目の導入の入りやすさは、アニメの方がむしろ入りやすいですね。で、そのスピード感の表現、どこから来るのかっていうと、これを見てください。作者の鶴間いかだ先生は、こんな感じでですね、一コマに動きを一気に詰め込んで、速い動きを一コマの中で見せるのがものすごく上手いんですよ。もしかしたらこのコマだけ見ていると、結構書き殴ったような楽な線で書かれているので、ちょっとね、一見雑に見える人もいるかもしれないんですが、このいい感じのラフな線がですね、動いている線の動きをありありと感じられて、もうめちゃくちゃスピーディーに見えるんですよ。はい、もう一個見てみましょう。こちらのコマ。いや、もうすごい。これはですね、人物変わって、岡崎イルカちゃんっていう、主人公のいのりちゃんよりも年上の高校生の選手なんですが、この子はね、体幹がものすごくしっかりしていて、で、腹筋もバッキバキに割れていてですね、すごく力強い演技が特徴の選手なんです。で、その動きを描いた一コマ、同じコマにガンガンに動きを詰め込んでいるんですが、体の描き方、特に見てください。動かしている手とか、足とか、かなり長めに描かれていたり、あとはもう途中でぐにゃんぐにゃんに変形させていたり、もうね、左のコマなんて、ちょっとスピードによって後ろにこう伸びてるんじゃないかっていうぐらい、ぐいーんとこう横長になってるんですよね。こんな感じで、鶴間先生、人体のバランスとかはちょっと無視してでもいいから、動きの印象を捉えてみせるんですよ。でですね、これすごいですよ。極めつけはこれです。同じ岡崎イルカちゃんの演技なんですが、僕これ見た時ですね、もうちょっとすごすぎて鳥肌立てながらもう笑っちゃいました。何これ、もうこんなの見たことないですよ。さっき言ったようにものすごい遠心力を感じさせるために変形をね、思いっきりかけながらスピンの表現を書いている1ページです。確かにね、こう全体で見た印象を奥から手前に向かって回転しながら迫ってくるのが全体の印象からわかるんですが、でもね、一回イルカちゃんの大きさに着目しながら絵を見てください。よく見てみると、もう奥の方にね、小さく描かれているイルカちゃんもいれば、そのすぐ脇にはもう大きく描かれているイルカちゃんの顔だけがあったり、もうですね、大きさのバランス、遠近法で言ったらめちゃくちゃなんですよね。いや、厳密に言えば、この絵3パートに分かれていて、その中での規則性に基づいて描かれていることはわかるんですが、もうね、一見めちゃくちゃじゃないですか。で、物理法則で言えば、背景にですね、観客まで描いちゃう力技です。この観客が映っている部分、ここね、普通に言って氷が見えているはずですからね、そこに無理やり観客を入れ込んじゃう。この作画センス、そして詰め込み方、もうね、圧巻としか言いようがありません。でね、にしても僕ちょっとおかしいと思ったんですよ。確かにスピード感の表現は今言ったようにすごいんですが、でもなんでこんなに速く感じるんだろう。これね、何度も見ていて気づきました。メダリストはですね、スピードもすごいんですが、それを強調するための動いてない静かなシーン、動と静の表現をかなりしっかりと描いているんですよ。このシーン見てください。主人公のいのりちゃんが演技に入る前のページなんですが、これですね、わざわざ見開きなんです。表情にね、凛として佇むいのりちゃん。それを静かに見守る観客。印象的なのは、いのり
ちゃんというよりも、背景とかスケートリンクの方がしっかりと描かれているっていう部分です。天井の高さ、ライトの眩しさ、そして観客席の暗がり、もう何よりも氷のね、粒一つ一つが鮮明に描かれていて、もうそれだけにね、こうピーンと張り詰めたような空気感が伝わってくるんですね。この静けさから一転、さっき紹介したようにド派手なシーンへのコントラスト、この振れ幅がすごいので、メダリストの動きのシーンはもうやたら速く感じるんですね。作者の鶴間いかだ先生、こういうですね、コントラストの付け方が要所要所の演出ですごく巧みです。このシーン、これね、僕なんかもう見るたびに涙腺崩壊しちゃうシーンなんですが、いのりちゃんが今から演技に挑むシーン、表情に送り出す直前、司先生がどんな言葉をかけるのか、もう悩みに悩んでね、で、あえてプレッシャーのかかるんじゃないかっていう言葉をかけます。いのりさん、あなたが今から取りに行くのは金メダルだ。このシーン、注目してほしいのは、いのりちゃんの目が途中から見えなくなる演出です。金メダルってね、強いプレッシャーをかけられて、いのりちゃん大丈夫って、目を見せないことで読者に不安感を植え付けます。で、そこからの、このめくりですよ。静かに、でもものすごく力強い目線で一言、任せて。やば。ちょっとね、もう、自分で言ってて泣くわ。いや、やばいですね。はい。ごめんなさい。こういうですね、こういうコントラスト、前後の落差、この使い方が本当にメダリストは素晴らしくて、終始ね、ドキドキさせられっぱなしです。いや、まだね、全然語るポイントはたくさんあるんですが、長くなりすぎてしまいそうなので、ここまでにします。メダリスト、めっちゃおすすめなので、ぜひまだ読んだことがない人は読んでみてください。概要欄に Amazon の URL を載せておきます。絵を見る力は絵を描いてみて初めて養われる。でですね、僕が今絵を見て、そしてその絵がなぜすごいのか、どうすごいのかを言語化して見せたじゃないですか。こういうことをなんで僕ができるのかっていうと、やっぱりですね、いろんな絵を描いてきたからっていうのが根っこにはあるんですね。こういう絵を描きたい。でもうまく描けないっていう経験をたくさんしてきて、その時点でね、自分の中で課題が生まれます。例えばね、さっき言ったようなスピード感の表現、自分ではなかなかうまくいかないなっていうような課題が生まれますよね。で、ある日突然その課題が実現している絵を発見しちゃうわけです。メダリストのように。その時初めてですね、その絵の凄さが言語化できるんですよ。うわ、何人も一コマに詰め込むことで、スピード感ってこんなに出るのか。しかも、一体一体きちんと描くわけではなく、むしろ動きに合わせて、ぐにゃぐにゃに歪ませると、スピード感って強調できるんだな。なので、見ただけで絵の凄さが発見できるっていうのは、過去にですね、いまいちそれを達成できなかったっていう経験をしているからなんですが、じゃあね、過去にそういう経験をしていなければ、絵の凄さを発見できないのかって言ったら、別にね、そんなことはありません。安心してください。さっき言ったね、具体的な目の鍛え方に繋がってくるんですが、過去にね、そういう経験が乏しいサナさんにも、ドラゴンボールの凄さを自分で言語化することができると思います。じゃあどうしたらいいのかっていうとですね、それは簡単です。自分がね、すごいと直感的に思ったシーン、あるいはそのコマ、漫画をよく見ながら自分でそっくりそのまま写し取ってみてください。書いてみるんです。つまり模写ってことです。人間ってですね、面白いもので、確かに見たって思っていても、実はね、よくは見れていないことの方が多いんですよ。これ意味わかりますか？自分で見たと思い込んでいても、見る精度ってですね、実はみんなそんなに高くないんですよね。例えば皆さんこういう経験ないですか？いつも会っている人なのに、ある日突然嬉しいこととか、あるいはショックなことを言われて、で、改めてその人の顔を見て、目が合った瞬間、あれ？この人こんな顔してたんだ。こんな目してたんだ。この人こんな唇だっけ？あ、この人こんなに鼻が大きかったんだ。みたいに、その日ね、初めて発見するような、そういう感覚、ありますよね。このようにですね、人って物事を全体で知覚していても、実は細部まで真剣に見ていなくて、かなりね、いい加減にスルーしている時の方が多いです。身近にいる人間ですらそうなんですから、絵に対してなんてね、もうさらにそうだと思います。すごいとは思いつつも、その凄さを感じる、その正体は実はよく見れていないことの方が多いんですね。でもその細部を強制的に知覚する手段があります。それが自分で描いてみるですね。自分で書き写してみるとですね、普段ではありえないぐらい高い精度で真剣にその絵を見ざるを得なくなると思います。輪郭はどうなってるんだろう？目はどう描いてるんだろう？鼻は？口は？体つきは？ってね。で、そうすると不思議なことに、今まで見えていなかった情報がどんどん浮かび上がってくることがあるんですよ。今まで気づかなかったけど、この絵ってこんなに目が小さかったんだ。わ、
線一本で描いていると思っていたけど、この絵って何本も線が折り重なってできているんだ。などなど、かなり多くのことに気づくと思います。もしね、絵の凄さが具体的に何なのか言葉にしたかったら、騙されたと思って一遍ね、模写してみてください。きっと今まであなたが見えていなかった絵の凄さが、模写を通してどんどんと見つかるはずだと思います。みんなと同じものをすごいと思わなくていい。で、最後に僕がサナさんにお伝えしたいことがあります。それはですね、みんなと同じものをすごいと必ずしも思わなくていいってことです。サナさんは旦那さんがすごいと思ったドラゴンボールをサナさんもすごいと思ったということなので、全然いいんですが、たまにですね、みんながすごいって思ってるんだから自分もすごいと思わなきゃいけない。そう感じなきゃ変だって思ってしまって、それがね、コンプレックスのようにちょっと負い目に感じ始めてしまう人もいると思うんですよ。でもね、必ずしもそう感じる必要はないと思います。実はですね、僕もガンダムが全然好きになれないっていうコンプレックスを抱えているんですよね。いや、特にね、もう男の子ってガンダムみんな好きじゃないですか。なのでね、僕も一時期頑張ってガンダム、特にファーストガンダムからゼータガンダム、あとは逆襲のシャアとかポケットの中の戦争見たんですが、多分ね、ロボットが僕あんまり好きじゃないんでしょうね。もう全然ね、心がワクワクできなくて、もうそれでね、絶望したことがあったんですよね。ロボットを好きになれない男子なんて、ひょっとして男として欠陥があるんじゃないだろうかって。他にもね、僕ロボットが全然好きになれないので、当然ね、メカ的なものが全然好きになれなくてですね、男子が好きになりがちな車とか電車とか、そういうものも一通りピンとこないんですよね。もうそれよりもドラゴンボールみたいに、身体的に超パワーを得られるとか、そういう方向にワクワクを感じてしまう人間なんです。なので僕自身の表現も、メカニックというよりかは、人体的な柔らかいフォルムのものを中心にしているっていうのがあります。と、このようにですね、たとえみんなが好きなものを自分が好きになれなくても、じゃあなぜ好きになれないのか、そしてどこをどうしたら好きになれるのかを考えることで、実は物事に対する解像度が上がることがあると思います。さっき僕ね、ロボットは好きになれないって言いましたが、一つだけ例外があってですね、エヴァンゲリオンは僕好きなんですよ。多分ですね、あれはロボットじゃなくて人造人間だからじゃないでしょうか。あとは流線的なフォルムも影響しているのかもしれません。直線がですね、僕ちょっと苦手なんですよね。このように自分が何に心が動かなくて、何に対して心が強烈に動くのかって、実はそれそのものがオリジナリティ、個性だとも思うんです。サナさんもですね、もし今後みんなと同じものが好きになれないと悩んでしまったら、必ずしもみんなと同じものを好きになる必要はない。むしろみんなと違って、サナさんだけがその凄さがわかるものがあれば、それはサナさんがその事柄においてめちゃめちゃ認知能力が高くて、人よりも見る能力に長けているものだと思います。そういうものこそね、探してみてください。それがサナさんの個性ですし、強みだと思います。子育ても同時ということなので大変かとは思いますが、応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？今回の話の中で模写という言葉が出てきましたが、その模写の仕方がよくわからない。どういうところに気をつけてどうやって模写すればいいのと思った方もいると思います。そんな方はこちらの動画をご覧ください。絵の上達を早める模写のコツ伝授します。この動画は僕がイラストレーターの作者2さんの絵を模写しながらどんなところを意識すればいいのか、そのポイントについて語っています。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。